お風呂。一人暮らしなのに、つい怖い話特集を深夜に見てしまった。怖いから、部屋からお風呂まで、全部電気つけて風呂入ってきた風呂入っている間は怖くなかったけど、むしろお風呂出て部屋の電気つけるとき、かけてたカバンが落ちた時の方がビビった。お風呂に入る前に、家中の電気は全部つけたはず。遊園地。小学校に入る前の娘と、遊園地に行った。入り口には看板があり、楽しんでねと書かれていた。まだ字が読めるようになったばかりの娘が、まじまじとその看板を見てて、微笑ましかった。ジェットコースター、観覧車、コーヒーカップといろんな乗り物に乗ったが、娘はそわそわして、楽しめてない様子。せっかく遊園地に来たんだから、入り口に書いてあるようにしないとダメだぞ。と言うと、やたら暗い顔になる。もしかすると、遊園地はまだ早かったのかもしれない。読めるようになったばかりの娘。だとすると、漢字は読めない。ブルーレット置くだけ。一人暮らしは掃除がままならず、トイレが汚いのでブルーレット置くだけを設置して、そのまま寝た。次の日起きてトイレで流したら、青色の水がわーって便器の中に流れて、とても綺麗になった。良い匂いもするし、やっぱ買って正解だったな。2回目に流す時からしか、青色の水は流れない。となると、寝ている間に誰かがたこ焼き屋。有名なたこ焼き屋があるというので、行ってみることにした。お店に行ってみると、小汚いし客もそんなにいないようだ。隠れた名店だと考えることにして、たこ焼きを1パック注文した。しかし、食べると肝心のタコが入ってない。タコっぽいものはあるのだが、食感が違う。俺は問い詰めた。大きいタコ入りたこ焼きというのに、タコが入ってないじゃないか。どうしてくれるんだ。お客様、それは大きな誤解です。お客様、それは大きな誤解です。誤解とは釣り餌の、ミミズに似た虫のことである。写真。ある中学校に、仲良しの女5人組がいた。5人は、休み時間もお昼休みも、帰宅後もいつも一緒に遊んでいた。皆で友情を誓い合ったりもした。しかし、いつもリーダーシップをとっている生徒が、自己中だとか自分勝手だと、他の4人に陰口を言われるようになった。次第にそれはエスカレートしていき、彼女を自殺に追い込んだ。4人もそんなことになるとは思っておらず、動揺しだした。そんな中、一人の生徒が、今度の休み、4人でどこか静かなところに行こう、と言い出した。誰も反対はしなかった。4人は山に出かけた。周囲には人が全くおらず、壮大な景色だけが広がっていた。4人は、途中のコンビニで買ったインスタントカメラで、写真を思い出として残した。数日後、一人の生徒が、現像した写真を持ってやってきた。4人は和気あいあいと盛り上がっていた。一人の生徒が、この写真よく撮れてるねと、一枚の写真を手に取った。そこには、山の景色をバックに、4人が楽しそうに笑っている写真があった。インスタントカメラにはセルフタイマーはついていない。4人の写真を撮ったのは、遺体。脳死となり2週間経過した彼は、無数のチューブにつながれ、人工呼吸器と点滴で生き続けていた。しかしそれも、昨日までの話。彼は亡くなってしまった。ご愁傷様です。手は尽くしたのですが。医者は、とても悲しそうな顔で告げた。彼の亡骸を抱くと、とても軽かった。苦しかったんだと思う。治療費は結構です。決して裕福ではない私の状況を察してか、なんて優しいお医者さんなのだろう。私はすぐに泣いた。遺体を見るのは辛いでしょう。思い出は、彼と共に焼いて忘れなさい。そう言うと、医者はシーツをかぶせた。この一言で、私は立ち直れた。
ありがとうございます、お医者様。軽くなっていた遺体。この医者は、彼の臓器を売っていた。だから医療費も取らず、早く火葬するのを勧めた。吊り橋。友人とキャンプに行った。遊び疲れてブラブラ一人で歩いてると、結構長い吊り橋があった。下は川で、落ちたらひとたまりもないような高さ。スリル感を味わいながら渡ってると、いきなり踏み板が外れ、転落した。幸い、転落防止用のネットに引っかかり、事なきを得た。悲鳴に気づいた友人が、急いで助けに来てくれた。死ぬかと思った。大丈夫だったか？ほんと、ロープくらい修理してほしいよな。踏み板が外れて落下したのに、この友人はなぜ、ロープが切れたと思っているのか。和式トイレ。公衆便所に入った。和式だった。和式は嫌いだ。でも仕方ないのでしゃがんでみると、目の前に右を、見ろと落書きがあった。なんだこれ？と思って右の壁を見ると、左を、見ろと書いてあった。私は、随分命令口調だなぁ。などと思いながら、その通りに左を見てやると、今度は、上を、見ろというので恐る天井を見ると、そこにはものすごく大きな赤い文字で、後ろを見るなと書かれてあり、ドキッとした。怖かったけど、ゆっくりと後ろを振り返ってみると、特に何も書かれてなくて安心しました。正面に右を見ろと書かれてあって、右を見たら、左を見ろと書かれてあった。命令通り左を見たら、前書かれていた右を見ろのはずが、上を見ろに変わっている。イヤホン。9800円で買った、イヤホンが壊れた。大音量で聞いていたせいか、いきなり途切れやがった。くそ。9800円もしたのに腹が立って、45万円の液晶テレビに叩きつけた。はっと我に返り、慌てて壊れていないか確認した。画面が映る。よかった。と思ったら音が出ない。くそ。45万円の液晶テレビも壊れてしまった。それにしても今日は静かだな。気晴らしに散歩にでも行こう。いきなり耳が聞こえなくなっていて、それに本人が気づいていない。落石事故。ある家族が、妻の実家に遊びに行くため、田舎のバスに乗っていた。山のふもとまで来た時、子供がお腹減ったとダダをこね始めたので、途中で降り、食事をすることにした。食事が終わりテレビをふと見ると、さっき乗っていたバスが、落石事故で乗員全員死亡、というニュースが流れていた。そのニュースを見た妻は、あのバスを降りなければよかった。とつぶやいた。それを聞いた夫は、何をバカなことを言っているんだと怒鳴ったが、すぐに妻の意図に気づいた。この家族が降りなければ、途中停車せず、落石事故に巻き込まれなかったかもしれない。路線バス。最終間近の路線バス。俺は酔っていたせいかうたた寝しており、降車ボタンの音に、はっと目を覚ます。次は俺の降りる停留所。いかん、乗り過ごしていたら、大変なところだった。俺が一人降りると、乗客のいなくなったバスは、そのまま発車する。客がいないのに、ご苦労なこったな。乗客は彼一人しか乗っていなかった。降車ボタンは誰が押したのか。誘拐。ある日、そっくりな双子の少女が誘拐された。双子はガムテープで、目と口を塞がれた。犯罪者は、姉の耳元で、ヘリウム声になり囁いた。抵抗したり逃げたら、妹を殺すよ。そして次は、妹の耳元で、ヘリウム声になり囁いた。抵抗したり逃げたら、姉を殺すよ。被害者は双子だが、姉と妹を把握していた。双子って、よっぽど身近な人しか、見分けつきませんよね。